証書令の要求。彼は若い頃から性格が激しいことで有名だった。建礼の時にはあまりにも政治が厳しすぎて反感を買い弾劾されたこともある。西洋の殺害を執拗に試みた要求だが、実は高等門学の廃止や宦官一派の排除を主張する点において西洋と同じ意見だった。ただ、とにかく過激で好き嫌いが激しく、思い込むと徹底的にやらないと気が済まない性格だったのである。この頃レーテイは命の利を下し、高等門学にレーテイが評価する芸術家32人の画像を描き、それに賛辞を添えるように命じた。あの高等門学、あの芸術家とかいう者どもは句を一つ書いたり、ちょっと篆書の書体を書いただけじゃないですか。なんでそんな奴らの画像を描き、歴史に名を止める必要があるんですか。全くだな。嘆かわしい。中には人に代わって書いてもらっているやつだっていると聞いています。大した才能もないのに、権力者に兵庫出して官職を盗み取っているだけだよな。高等門学の選抜をやめるように陛下に上奏したのですが、無視されましたよ。陛下はもう宦官たちの言うがままだからな。特にあの王妃と宗節だ。わしの兄もあの二人に殺された。いつか仇を晴らしてやりたいものだ。ああ、司令行為になりたいものだ。王妃、宗節ね。この要求が司令行為になったらこいつらを絶対に見逃さないぞ。司令行為は都落葉をはじめとする首都圏一帯の法を犯した者の警察、検挙を司る役職である。政府高官も宦官も全て司令行為の検挙対象であり、その権限の大きさから人々の畏怖の対象だった。かつて李王が司令行為を務めた際には、宦官たちは恐ろしくて休日も外出できなかったほどであったという。そして公和2年、要求の願望は実現された。この過激極まりない男が司令行為となり、都落葉には嵐が吹き荒れることになるのである。ちょうどこの頃、臣下の最高位である大尉であった狂言が罷免された。代わって大尉になったのは、かつての名称で今やバリバリの宦官派となっている段家。しかしそれから数週間後に日食が発生した。日食は当時、政治が悪いことに対する天からの戒めであると考えられていた。よしよし、この俺様が腕を振るう時がようやく来たぞ。宦官と結託している段家の野郎が大尉になると日食が発生。おあつらい向きに宦官の王妃は今日は休暇中と来たもん。今日こそ陛下のもとに参上し、奴らの罪を掃除し、全員獄に送ってぶっ殺してくれるわ。公共行為。陛下、本日は申し上げたいことがあって参りました。中将寺の王妃、準武藤、縁者などを逮捕したいと存じます。どうした。彼らは法を犯し、悪事を欲しいままにしております。捜査の結果、彼らの罪状はすでに揃っております。彼らだけではありません。その一族も軍の大使や権令を務めて各地で悪事をなしており、その罪は一族皆殺しに値します。そうか。捜査の結果が出て悪事は明らかなのだな。数えきれないほどの悪事が出てきております。必要とあらば今ここで全てご説明させていただきます。わかった。それならば仕方があるまい。法に照らして出世よ。かしこまりました。そうさせていただきます。そしてもう一つですが、大尉の段家。関係がどうした。段家は大尉の高官にありながら、王妃ら悪人どもに追従して国を乱しており、その罪は王妃たちと同じです。彼も一緒に殺すべきであります。ならばやむを得ぬ。段家も一緒に獄に送って取り調べるがよい。はあ。漢はすでに衰えているとはいえ、皇帝の権力はこのように揺るぎなかった。そして政治はまだ法にのっとって執行される余地が残っていたのである。よし、あいつら全員逮捕だ。即監獄にぶち込め。こうして王妃、段家らは全員落葉の監獄に送られた。頬には王母、王吉という2人の養子がいた。このうち王吉は廃国の将であり、頭脳明晰で政治に精通しており、悪事を暴くことが得意だったのだが、とにかく残忍だった。子供を産んで息した者がいれば、その両親を切り殺し、泥と茨で埋めた。死刑を執行すると全て貼り付けにして、その罪状とともに所属の各県に引き回した。夏には死体が腐り、縄で死体の骨をつないで、軍中全域を歩き回ってやっと止まった。彼は5年間在職し、合わせて1万人余りを殺害した。その他、連携によって拷問された者は数えきれないほどであった。全軍の人は恐れおののき、自分の身を守ることができなかった。王妃だけじゃねえ。息子の王母と王吉も漏れなくぶち込め。俺様自らがありとあらゆる拷問に順番にかけてやるぜ。ありがたく思え。はっはっは。氷球は自ら王妃たちを拷問し、さまざまな残酷な刑罰を使い果たした。はあはあ、こうせ俺たち親子は皆殺しにされるんだろう。せめて俺の元の父親にはあまり刑を加えないでくれ。お前たちの罪はとても大きい。死んだところで犯した罪を償うには到底足りねえな。
手加減してくれなんてよく言えたもんだな。お前は以前俺たち親子に奴隷のように仕えていたじゃないか。奴隷のくせに主君に歯向かうのか。今日はお前が俺たちを苦しめているが、今度はお前の番なんだぞ。こいつの口を土で塞いでやれ。棍棒で打ち据えろ。こうして王鵬、王剛、王吉は全員獄内で殺害された。半慶も牢獄内で自殺した。五冠を代表する名将も最後はこのように無惨だったのである。うはは、これはまだ始まりに過ぎないぞ。次は宗節の番だ。特別に悪い奴を排除したら次は大豪族だ。父上、兄上、大変です。狩野横井が今度は大豪族を狙うって言い出しています。なんだって、宦官で終わりにしてくれよ。まずいまずい。明日にも役人が家にやってくるかもしれない。お前たち、家中の高価な品物を人目につかないところに片付けろ。艦隊みたいになったら大変だ。恐ろしい恐ろしい。偏家の一門には伝社という中将児がいた。良気が誅殺された時にも活躍した宦官である。彼もこの時王子と一緒に殺された。しかし遠家では偏社の死を嘆いている場合ではなかった。かす、要求に告発されて獄に送られるのは自分たちかもしれなかったのである。要求は王子の死体を過剰門でバラバラにし、木札に大きな字で俗臣王子と書き、死体を道端にさらした。そして王子らの財産を全部没収し、一族を最果ての美経験に流罪とした。この時かつての順帝の日がなくなり、百官は葬儀に参加したのだが、その帰り、あそこに犬がたくさん群がってますね。登場時の死体をむさぼり食っているんだ。なんというむごたらしい光景だ。なんてこった。たまりにもひどすぎるじゃないか。俺たちは自分たちで食べ合うのならまだしも、犬に自分の汁を舐めさせるなんて、そんなことがあってたまるか。おい、みんなちょっと家に帰るのは待ってくれ。俺たちこれから一緒に陛下に会いに行こうぜ。宗節は長年の仲間であった王子のあまりの光景に涙を流して憤慨し、他の宦官たちを連れてまっすぐに宮中に向かった。どうした？いきなりみんな揃って。陛下、あの陽光にこのまま身勝手を許してはなりません。要求のことか。そうです。あの男はもともと残酷で暴虐な管理で、以前破産公の父が彼の官職を免職すべきと上奏したこともあったほど、過ちを犯した人は乱暴を好むものです。奴に司令行為を務めさせ、わがままな振る舞いを許してはなりません。そうです、そうです。そうか。では彼を永遠にでも移動させようか。はい、直ちに命の利をお下しください。私は少々呼んでまいります。よしよし、陛下の命の利が得られたぞ。直ちに要求を召喚し、この命の利に従わせよ。ほい、命の利です。なんだと？こんな時に。要求の司令行為の職を解き、永遠に任ずる。直ちに宮中に戻り任命を受けよ。なんだこれは。クソ、宗節らの計りごとに決まっている。ここで屈してなるものか。わしから陛下に申し上げなくては。陛下、私は清廉潔白な貧困は持っておりませんが、皇帝から大役を授かっております。先日王鵬、蘭慶を殺しましたが、これはただ狐を片付けただけで天下に宣言するには足りません。臣下に1ヶ月の時間を与えてください。必ず狼やフクロウのような悪人をみなしかるべき罪に裁いてみせます。すでに命の利は下しておる。何とぞあと1ヶ月で結構です。ご猶予。永遠は命の利に逆らうつもりか。陛下、陛下。ならぬ。要求は何度も霊帝への訴えを繰り返したが、霊帝は怒って心を変えず、要求も最後には任命を受けざるを得なかったのである。以前に霊領大使として慶州の阪南平定に活躍し、さらに当太閤の葬儀でも活躍した陳旧は、その後大尉にまで昇進した後、この時永楽娼婦を務めていた。もともと正義感が強く、宦官の幕校に組んでいた陳旧は、要求が司令行為から異動となり彼の試みが挫折したのを見て、このまま宗節らを野放しにさせてなるものかと考えた。使徒殿、あなたのお力で要求をもう一度英から司令行為に戻すよう上奏していただけませんか。もう一度な。そうですよ。あなたは皇室の一族で、位は三皇にあり、天下が仰に見る存在で、社職を守るべき立場のお方です。人の意見に不笑いどうするだけで良いものでしょうか。ましてやあの宗節はあなたの兄上の命を奪ったものではありませんか。要求を司令行為に戻し、宗節を捕らえて誅殺するのです。祭り元な陛下ご自身から出るようになれば、
天下太平の局面はたちまち訪れるでしょう。考えてみよう。使徒両宮殿を司令校尉に戻すよう働きかけるべきです。お主もそう申すのか。しかし宦官たちはあちこちに偵察を張り巡らしているからな。ことを実行に移す前に計りごとが漏れたら災いが我が身にかかってくるではないか。あなたは国の棟梁ではありませんか。国家が危うい時に助けようとしないようでは、国家があなたを宰相としている意味はどこにあるのですか。おう、それもそうだな。わかった。じゃあやるか。こうして劉公は楊宮とも共謀し、楊宮の司令校尉への復帰を図ったのである。しかしこの動きは宦官側の偵察の網にかかった。何、陳旧劉公楊宮が何やら陰謀を図っているだと、無道したものか。そうだ、楊宮の妾は帝大臣の娘。帝大臣を動かして一緒に陛下に申し上げるが。陳旧の妾は帝大臣すなわち帝公の娘だった。宗節は帝公に対し重く賄賂すると同時に彼を脅迫し、陳旧の陰謀を無理やり聞き出した。陛下、大変です。謀反の計画がございます。なんだと。劉公らは常に藩国と交わり通じ、悪意を有しています。何度も永楽大公の名声を借りて狼藉を行っています。劉の陳旧楊宮も一緒になって陰謀を企んでおります。けしからん。直ちに劉公らを免職の異国に下して取り調べよ。こうして劉公、陳旧、劉能、そして楊宮は全員国に下され死ぬこととなったのである。彼らの宦官誅滅の計画はこうして失敗に終わったのだった。赤マロです。行動力抜群の楊宮の行動は過激ではありましたが、もう少し彼が司令行為を続けていれば宦官一派に大きなダメージを与え、五冠を水防から救うことができたかもしれません。しかし彼らの失敗で米帝はまたもや正道に立ち返る機会を失ってしまいました。黄巾の乱の勃発は5年後に迫っていました。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。